全ての流れがわかる宇宙世紀シリーズの歴史。1979年に放送されたテレビアニメ機動戦士ガンダムは、続編の機動戦士ゼータガンダムや機動戦士ガンダムダブルゼータへと続き、そして機動戦士ガンダム逆襲のシャアなどの様々な作品へとつながっていきました。これらは全て同じ時間軸である宇宙世紀を舞台としています。昨今では宇宙世紀を舞台とした作品数が非常に多くなっているため、いつどこで何が起きているのか把握するのが難しいという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は宇宙世紀とはどのような世界で、そこではどんな歴史が繰り広げられているのか、全体像を解説させていただきたいと思います。それはとある未来の物語。地球では人口が増えすぎた結果、食料問題や環境破壊などが深刻になっていきました。そこでその対策として地球と月の均衡が取れるラグランジュポイント、そこに多数のスペースコロニーを建設し、人類を移住する計画が始まりました。書籍機動戦士ガンダム記録全集1をベースにすると、このスペースコロニー1機のことを1番地という呼称で表し、一つのサイドが約40番地で構成されていて、1番地あたり約3000万人、一つのサイドで約13億人が住むことができます。なお1番地あたりの人口や1サイドに存在する番地数は媒体によって異なっており、一つのサイドでだいたい1億から20億人の人口と差があります。こうして L5 にサイド1ザーン、L4 にサイド2ハッテが建設され、コロニー移民が開始された年が宇宙世紀0001となります。なお機動戦士ガンダムユニコーンの作中では、宇宙世紀0001に起きたラプラス事件が描かれており、西暦から宇宙世紀への改暦セレモニーの際に地球低軌道上に設置された地球連邦首相官邸ラプラスが襲撃され、初代首相であるリカルド・マーセナスが死亡しています。その後宇宙で生活する人間が誕生したことにより、宇宙居住者がスペースノイド、地球居住者はアースノイドと呼ばれるようになります。また移民も活性化していきます。 L2 にサイド3ムンゾー、 L5 にサイド4ムーア、 L1 にサイド5ルーム、 L4 にサイド6リーアが建設されていきました。しかし地球連邦政府は全人類をスペースノイド化するつもりはなく、政治経済の拠点を地球へ置き続けることを選択して、各サイドとの不平等な交易を行っていたため、宇宙世紀0050代にはスペースノイドの自治権獲得運動が活発化していくことになります。そして宇宙世紀0058サイド3のジオンズム大君がザビ家やジンバラルの協力で革命を行い、ジオン共和国の成立を宣言します。しかし0068に大君が急死し、0069にはレニン・ソドザビがジオン公国を宣言し、分離拡張を行っていきました。なおこの辺りの物語は機動戦士ガンダムジオリジンで描かれています。一方0070には連邦政府は分離増強計画の一環として、コロニー建設用の鉱物資源採取場だった小惑星ルナ2を軍事基地に改造し、さらにサイド7ノア建設のため L3 に移動させています。そして0078未完成状態のサイド7一番地への移民が開始されました。なおこのサイド7一番地コロニーがアムロレイが暮らし、ガンダムに登場することになった場所となります。一方遠く離れた木星と火星の間の小惑星帯アステロイドベルトでは、時は少し遡り0072ジオン公国と月企業連合体の共同開発により小惑星基地アクシズが建造されました。これは木星でのヘリウム採掘船団の中継基地という位置づけの基地になります。なお宇宙世紀では全てのエネルギー源となる熱核反応炉の稼働に不可欠なヘリウム3の採取のため、ヘリウム採掘船団が木星圏と地球圏を4年の歳月をかけて往復しています。その後0079にジオン公国が連邦政府に独立承認を求めた戦いである一年戦争が開戦しました。この時ジオンはサイド1、2、4を襲撃した後、サイド2のコロニーアイランドイフィッシュを地球へ落としています。そしてサイド6は中立を宣言しました。その後機動戦士ガンダムで描かれたホワイトベース隊の戦い
第 08MS 招待で描かれた東南アジア戦線、サイド6のコロニー、リボーでの物語、ポケットの中の戦争など、数々の死闘が繰り広げられた一年戦争ですが、最終的には L2 に配置された宇宙要塞アバオア空での決戦の先に、ジオンは敗北しました。そのため、ジオン残党は様々な場所へ身を潜めることになります。この時、シャアやミネバ、そして多くの兵たちはアクシズへ逃れていきましたが、火星へ逃れる者や地球圏に残って交戦する者たちもいました。そして、一年戦争終戦後、サイド3はジオン共和国となり、ザビ家一党が全員死亡したという判断から戦争責任は発生しないという結果になりましたが、地球連邦政府は腐敗の一途をたどることになります。戦争によって人口が110億人から55億人に減少し、地球はコロニー落下の影響で異常気象が増加。さらに、戦場で数多くの優秀な人材が失われており、腐敗した特権階級が自らの権益確保に不信したので、行政や治安も悪化してしまったのです。そして、宇宙世紀0083、ジオン残党、ベラーズフリートが台頭し、星のくず作戦を実行しました。なお、こちらは OVA 機動戦士ガンダム0083で描かれています。この戦いでは、最終的に連邦軍は北米大陸穀倉地帯へのコロニー落としを阻止できず、地球は大打撃を被りました。この戦いでベラーズフリートは壊滅したものの、一部のジオン残存兵はアクシズに合流しています。一方、地球連邦軍では、この戦いをきっかけに、ジャミトフハイマンの提唱で、ジオン残党狩りを目的とした特殊部隊、ティターンズが結成されました。地球出身者が中心となるティターンズは、連邦の政策に不満を抱く者たちの思想を統制し、苛烈な弾圧を推し進めたことから、スペースノイドの不満を募らせていくことになります。0085に、サイド1、30番地コロニーの住民が反地球連邦政府デモを決行した際には、ティターンズのバスコームは、毒ガスをコロニーに注入して、1500万人の全住民を虐殺しています。その後、アクシズにいたシャアが合流し、連邦軍内のブレックスフォーラがティターンズに対抗するべく、反連邦組織エウーゴを立ち上げました。こうして、機動戦士ゼータガンダムで描かれたグリプス戦役が繰り広げられることになります。かつてアムロも住んでいたサイド7の一番地コロニー、グリーンのアワンで、ガンダムマーク2を奪取したクワトロたちは、数々の戦いをくぐり抜けていきました。終盤戦では、ミネバラオザビを掲げるハマーン・カーンが、小惑星アクシズと共に地球圏へ帰還します。こうして、エウーゴ、ティターンズ、アクシズの三つどもえとなる中、クワトロは、ダカール演説で、ティターンズの非人道的な行為を、白日の下にさらし、情勢をエウーゴ優位にしていき、最終的にティターンズは壊滅しました。なお、地球連邦内部が、ティターンズよりからエウーゴ主導へ変わった際に、それを良しとしない者たちがニューリサイズを結成して小惑星ヘズンに潜伏しましたが、これを鎮圧する戦いがガンダムセンチネルで描かれています。次に、ハマーン率いるアクシズ、改め、ネオジオンとの戦いである第一次ネオジオン構想が機動戦士ガンダムダブルゼータで描かれていきます。エウーゴはグリプス戦役に勝利したものの損害が大きく、戦後の主導権を確立できませんでした。そんな中、ネオジオンはザビ家再興を掲げ、0088、ハマーンは各コロニーへの進軍を開始しました。その結果、地球連邦政府はネオジオンにジオン発祥の地であるサイド3を譲渡することに決めました。しかし、ネオジオン内でグレミート島を中心とした内乱が勃発します。こうして混乱極まる戦況の中、0089、ハマーンは死亡し、ネオジオンの壊滅という形で戦いは終わりました。そして、0090倍、ジオン最大の勢力だったアクシズが崩壊したことから、ジオン残党の力はなさそうに見えるものの、依然として、シャアが行方不明ということから、ジオンの脅威を不安視する連邦は、治安維持部隊として、外角侵攻部隊、ロンドベルを結成しました。そして、ブライトノアやアムロレイなどが治安維持を行う中、0092、シャアが、急増のコロニー、スイートウォーターで宣戦布告を行いました。そして、0093に繰り広げられたアムロとシャアの最後の戦いが、機動戦士ガンダム、逆襲のシャアで描かれた第2次ネオジオン構想となります。シャアは、新生ネオジオンを名乗り、
アクシズを地球へ落下させるべく立ち回りました。しかし、結果的には、人の心の光によってアクシズ落下は阻止され、アムロとシャアは、その消息を絶ちました。そして、0096、シャアが率いていた新生ネオジオンの残党をフルフロンタルがまとめ上げ、そこに、ミネバを指導者とすることを条件とする、ハマーン派の旧ネオジオン残党も合流しました。こうして結成されたネオジオン残党軍、袖付きに対し、バナージとユニコーンガンダムが、ラプラスの箱をめぐって戦いを繰り広げ、最終的に袖付きは崩壊しました。また、ラプラスの箱には、宇宙世紀0001に発表されるはずだった宇宙世紀憲章の隠された内容、いわゆるニュータイプのような新人類が誕生した場合、その者たちを優先するといったものが記載されており、この内容をミネバは全世界に公開しましたが、結果的に世論に決定的な影響を与えるには至りませんでした。その後、宇宙世紀100、ジオン共和国は自治権の放棄を行いました。しかし、連邦政府の腐敗は変わっておらず、スペースノイドの不満は解消されなかったので、連邦に反抗する一部の者たちは依然として存在していました。そして、0105、連邦に反抗する者たちの勢力の中でも力を持つ勢力、マフティーが、連邦の特権階級への出世を繰り広げました。この物語はマフティー動乱と呼ばれており、小説や漫画、および映画、先行のハサウェイで繰り広げられています。そして、最終的に、マフティー動乱は失敗に終わり、連邦の反地球連邦組織に対する弾圧が強化されました。こうして、しばらくは、大規模な反連邦政府運動は、鳴りを潜めることになります。そんな中、0106、新興の複合企業集団、ブッホコンツェルンが、施設軍隊、クロスボーンヴァンガードを編成し、新たなモビルスーツ開発を始めました。また、地球連邦軍は、次期主力モビルスーツ開発を行っており、0111には F90 の検証が開始されています。この開発物語は、漫画機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラで描かれています。そして、0120には、火星を拠点としたジオン残党、火星独立ジオン軍、ウォールズモビルの襲撃を受けて、F90 が戦いを繰り広げており、漫画機動戦士ガンダム F90 で描かれています。最終的に、火星のウォールズモビルは壊滅しましたが、0122には、地球圏に残存するウォールズモビルが、クロスボーンヴァンガードの協力を得て、地球連邦軍との戦いを繰り広げており、スーパーファミコン用ゲーム、機動戦士ガンダム F91、フォーミュラー戦記0122で描かれています。そして、0123、クロスボーンヴァンガードは、元のサイド5、ドゥーム改め、コロニー再生計画によって名称が変更されたサイド4、フロンティアを制圧し、その中のコロニー、フロンティア4でコスモ貴族主義を掲げ、コスモバビロニアを建国しました。コスモ貴族主義は、高貴な精神を持つ者が人民を率いるべきという思想であり、増えすぎた地球人類の出生を計画し、一部のコロニーに自律型殺戮兵器、バグを投入して、人類の虐殺を行いましたが、最終的に、カロッゾロナのラフレシアが F91 に撃破されています。また、コスモ貴族主義の提唱者であるマイッツァーロナの孫娘のベラロナが貴族主義を否定したことから、コスモバビロニアは分裂して崩壊していきました。こちらは映画機動戦士ガンダム F91 の作中で描かれた内容であり、その後、0133を描いた漫画機動戦士クロスボーンガンダムでは、ベラロナ率いる宇宙海賊クロスボーンガンガードが、木星圏との戦いを繰り広げていくことになります。なお、その後の木星帝国との戦いはクロスボーンガンダムシリーズで描かれています。地球圏では、コスモバビロニア建国戦争において、貴族主義は崩れ去ったものの、連邦政府の形骸化が目立ったことから、各コロニーの自治権要求運動が拡大していきます。そして、0140代に入ると、スペースノイドは、サイド国家主義ではなく、コロニーごとの国家主義へと変化していったので、連邦政府黙認の中、コロニー同士の争いが広がっていくことになります。そんな中、0149、サイド2では、コロニー国家、ザンスカール帝国が建国します。ギロチンを用いた恐怖政治を行い、他のコロニーや地球への侵攻を始めたザンスカール帝国でしたが、連邦政府は、あえて干渉しない姿勢をとっていたため、民間人が、有志レジスタンス組織、リガミリティアを結成し、0153、ウッソエビンとビクトリーガンダムはザンスカール帝国に立ち向かっていくのでした。
なお、こちらは、機動戦士ビクトリーガンダムで描かれる内容であり、同じ時間軸の裏では、木星のカーティス・ロスコやリガミリティア、ザンスカール帝国などが、宇宙細菌兵器エンジェルコールをめぐって戦いを繰り広げる物語が、漫画機動戦士クロスボーンガンダムゴーストで描かれています。その後 O169、連邦の弱体化によって戦乱が繰り返された結果、漫画クロスボーンガンダムガストでは、地球圏は荒廃し、技術力は低下し、盗賊団が横行する様子が描かれています。また、小説ガイアギアでは、O2O3、シャアーズナブルの記憶を受け継ぐメモリークローンの青年アフランシャーが、反地球連邦組織メタトロンのリーダーに祭り上げられ、連邦の秘密警察マハとの戦いを繰り広げています。そして O217 実写映画 G セイバーでは、地球連邦政府は新地球派のサイドを取り込み、セツルメント国家議会を打ち立てましたが、深刻な食糧危機時代の中でそれを解決する鍵となる生物発光体をめぐって戦いを繰り広げています。ということで以上、宇宙世紀の歴史紹介でした。なお、その後をめぐる物語は漫画で若干描かれているものの、宇宙世紀がいつ終焉したかは定かではなく、やがてガンダム G のレコンギスタや大英ガンダムの世界へとつながっていくことになります。宇宙世紀の中でも特に宇宙世紀100以降の作品は、それ以前の年代を舞台としたものに比べると作品数が少ないので、公式のプロジェクト UC ネクスト O100にてさらに詳細が描かれる日が来るのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。